サイズのクレープですね。サービスします。あといつも買ってください。そういう子はね、やっぱり。ああ、そうですね。自分でやるのがお好きな方もね。あるよね、ここの社長、YouTube の立ち上げたんね。はい。お願いしますね。こんにちは。いつもありがとうございます。結構ボリューミーやな。そうなんですよまあ言うてた通りボリューミーやなと思って。はい。もう残ったらね、冷凍してもらったら、あ、冷凍なの？はい、日持ちしますのでね。お絶対ね、ちょっと食べられへんってなって、アイスクリームとしても召し上がっていただけるようなクリームなんですよ。ー。はあ、はいはいはい。はいあー、生クリームか。はい。古い、まあ、車の部品でも作れる。そうですね。でもまだ1年ぐらいですかね、あそんな向こう。だからなんか工場かな思いながら。あ、そうですね。まああっちも子供の教育事業とかをやってて、であーそれの入り口で子供。もう最初結構、そういう感じやったのにどんどんこう毛色が変わってそうきて。今もねやってるんですけど、どっちかというと主軸はそのものづくりだったり、そっちの方が主軸なんですけど、でまあ子供のに習い事教室、ものづくりの習い事教室っていうのをやってて、はいはいでその入り口で子供に来てほしいなっていうのがあって、でそのためにはやっぱ親に来てもらわないとそうですよね。あかんかなっていうのでカフェが始まったんですよね。はい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 。でちょっとミクリアの方も今まだ借りてるんですけど、あっちもまたちょっと動き出すので、あ、そうなの？はい。ミクリアの方はどうなるんですか？倉庫になって、発送業務が向こう中心になるって感じですね。なんかまたねお世話になると思うんですけど。あるかもしれないです。はい。そう、裏に乗るんだな。やらせてもらいますね。そうなんです。はい。ほんまリピートしてくださるのが嬉しいので、まあね。新しい方もね大事ですけど、やっぱり既存のリピートしてくださる方やっぱみんな美味しいって言ってくれはるんで、ありがたいことやなと思ってますけどね。今日はねてんこ盛りにしときましたのでね。ありがとうございます。中だけですね。同級生のここでまだ終わりではないんです。
そううちのクレープは結構底まで入ってるっていうのが売りなのでカットしてみますね。中はね普通のシンプルなブリュレなんですけど、中はこんな感じでいちごがねしっかり中まで入ってます。こんにちは。ここはどういった会社になるんですか？ここはマチココっていう会社で、はい3つ4つなんかいろいろ事業をやってるんですけど、ものづくりをベースにいろんな活動をしてまして、企業さん向けにはなんか商品開発を企画からデザインとか販売までどういった商品を扱ってるんですか？商品はお客さんによっていろいろなんですけど、この前はなんか太陽光パネルとかをこうもう捨てないといけなくなったやつをリユースして商品にしたいっていう、もうこれだけ投げてこられるんですよ。ああ、なるほど。そこからこんなんしたらどうですかとか、あーどういうたいんですかっていうのでデザインとか企画して、はい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 。いろんな技術つなげて商品にしていくっていう、あそういうお仕事をしていて、そうなんですね。はい、であとはもう一つは人材育成っていうのをやっていて、ものづくりって多分やったことない人そうそう、だから学校教育にものづくりって本当なくなってきていて、なんか技術の時間がないから子どもたちがなんかものづくりしなくなってるなっていうのと、一番も製造業に人がやっぱ何やってるか分かんないから入ってこないということで、奥にまたご案内するんですけど、工場があってそこでものづくりしてもらう場所を作ってたりとか、あとはもうここにあるカフェを置いてるんですけど、カフェやってたりとか、メンタルファクトリーって言って工場を皆さん自由に使っていただけるスペースがあったりとか、あとはなんかものづくりやってみたいなって大人の人いるじゃないですか。はい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 。でちょっとしたワークショップって面白くないんで、ガチンコのワークショップとかなるほど。自分のグラスのなんかデザインしてもらったやつ作るとか、変なし DIY でアイアン家具作りたかったらできるっていうワークショップやったりとか、簡単なのとかコルク作ったりとか、じゃあそういうレンタルスペースも貸し出したりとかしてるって感じですそうね。ですそうです。で体験したかったらうちメニューいろいろ作ってるので、いろんなやっていただいたらいいっていう風なことで、こういうスペースを作らせて。じゃあ結構女性の方とかもやりに来たりはするんですか？そうなんですよ。なんか子供さんにって言ってるのに最初大人が満喫して帰るなるほど。そうなんですね。そうなんですよ。だからある方はなんか神戸から来られた方いらっしゃったんですけど、朝10時に来られて、一家ちゃなおじいちゃんとおばあちゃんとその、子供さんと孫さんで来はったんですけど、朝10時にちょっとやりに来てって言ってたけど帰ったら5時やったので全部やってもう大人が楽しんでるみたいな。そうです。であご飯食べて、もうまた昼から物作ってみたいなので、もうおじいちゃんまで参加してあ。なるほそうなどんです。じゃあちょっと中どんな感じか案内してもらっていいですか？この車とかもなんかすごいですね。これそうなんですよ。50年前のね、サニートラックっていうトラックなんですけど、はいはいはいまあ後でまたお伝えするんですけど、はい一緒にお仕事してる職人さんの車なんですけど、こんなん好きで3台ぐらい持ってるんですよ。旧車をカポスカとか。珍しい車っていうんですかね。50年前のフェアレディーはい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 。まあ、S30って言われる、結構みんなその界隈の人はすごい羨ましいなっていう。で、なんで置いてるかっていうと、こういう旧車の部品作ったりもうちらさせてもらってるので、そうなんですよ。50年前なんでもう部品がなかったりとか。そうあなくて、やっぱりこう走らせれないとか、だからどこに頼んだらいいのっていう人が多いので、それをサービスっていうかやってあげたらいいんちゃうかなって。うちら困ったことないんですよ、ものづくりに関しては。はいはいはい。なんか作るのは作れるんですけど、そうやって困ってる人にそういうふうにものづくりでね、お手伝いできたらいいなっていうことでやってます。ただあんまり見ることがそうです。ないので、女性の方来てもこれ実際動くんですかとか、僕実際走ってるんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんです。だからインテリアで置いてるじゃなくて、もうほんまに走る。ああ、なるほど。ここでエンジンかけたらえらい音するんここでかけるとすごいです。すごい音します。はい。じゃあ案内お願いします。すいません、ちょっとこの奥はですね、ここ工場というスペースになってまして、溶接機がここにあったりとかですねします。溶接って知ってます？あ、はい、わかります。はい。でここでティグとか半自動とか置いてるんで、アイアン家具作ったりとかできますよっていう。でこのスペース実は子供たちが習い事でこのものづくりやってまして、この棚子供が作ったんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。でこういう各パイプ全部ここで切って、はいはいはいさっき出た溶接をして全部貼り付けてっていうので、小学校4年生以上条件なしでやってるんですけど、こういうのが作れたりします。であとは
この機械ヘラ絞りっていう機械でアルミの板1枚をこんな形にできる、これはワークショップで皆さんにも体験いただくんですけど、子供たちも普通にこれ、それは何に使うあれなんですか？何に使うとは特にないです。小物入れみたいな。ああ、なるほど。この加工やってもらうっていう感じなんですけど。体験するっていうことですね。そうですそうです。あとはこれ仕上げていったりとか、あと磨いたりすると、もう本当に鏡面っていうか鏡みたいになったりとかで皆さんなんか作られます。で失敗したりしたらこういびつな形になるんですけど、こんなんでも別に可愛いから、そうですね。作って持って帰られたりとかはしています。うわ、いいかな。よいしょ。で、こっち側がちょっとごめんなさい、脚立とか置いて。これ旋盤っていう機械です。丸いものを加工する機械なんですけど、工場でしかほとんどなくてですね、意外と丸いもの削りたい人多くて、この機械使ってもらえますっていうところです。あとはこれフライス板ですね。ボール板やってみんな言われるんですけど、鉄を削ったりとか穴開けたりする機械です。今日ちょっとこんな持ってますけど、はい。なので穴開けたりなんていうんですかね、こういうここに溝を作りたいとかっていう時にこの機械使えます。あとはこんな学校でもあるんですけど、ボール板って言われる機械で穴を開けるっていうとか仕上げるとかちっちゃい工具があったりします。はい。ここでだからもう皆さんなんか好きに。結構じゃあガチで作ってる人とかも来たりするんですか？そうですね、ガチの人もいます。で一番多いのがあそこにあるこれショットブラストっていう機械なんですけど、はい、まあ、この子も一緒の機械なんですけど、何するかっていうと、中にメディアって言われる砂が入ってるんです。研磨剤なんですけど、こういう研磨剤が入っておりまして、見えますかね、これ、はい、これがここの先っちょからビューって出てくるんですけど、はいはい、それは何をする？金属とか、皆さんワークショップでやってもらうのはコップ、はい、グラスあるじゃないですか。あれにこれ吹きつけるとそこザラザラになるんですよ。でザラザラになったら模様になるじゃないですか。はい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 。ほんならもうこう可愛いコップが作れたりとかします。模様付けみたいな感じなのかな？そうです。表面荒らすって感じです。で、あと車のパーツとかバイクのパーツやられてる方は表面錆びたりとかした時に全部これで仕上げてザラザラにしてもう一回塗装したりとか、そういう活用されてる方多いです。はい。これは結構皆さん使われてます、ね。あ、そうなんですね。はい、そうです。そんな感じでなんかいろんなことが工場の方ではできます。でこの奥は一応そういう形でですね、工場やってるんですよ。で実際金属の加工とかもできるんですけど、いきなりできないじゃないですか、みんな。なのでちゃんと講座を用意してまして、旋盤で物作りたいなとか、ああいうフライス使いたいなって言った時にはちゃんと職人さんが1人ついてですね、3人までで、9時間の講座で演習をしてもらって使えるようになってもらうっていうのも提供してるので、それでできるようになるともう自由に使ってもらえるという感じです。はい。なので車の部品自分で作りたいなとかができるようになったり、はい、します。でここが、そういう形で今ちょっとこれなんか違うの出てますけど、はい、ここで皆さんにワークショップしていただいて、今子供さん向けにいろいろやってるんですけど、こういうアルミ団子を作ってみようとか、これですね、コルクのコースター作ってみるとか。可愛いですね。はい、自分の絵ですよ。手で描いた絵でコルクにできるっていうのがあって、皆さんこう自分で絵を描いてますね。はい、こんなんを作ったりするっていうのがあります。はい、あとはアルミ団子も最初こんなんでアルミ箔丸めるんですけど、磨くとこうなりますっていうので子供たちに大事な。あとはこういうアクリルのバングルですね、作るっていう。この女の子好きそうですね。そうなんですよ。この板を曲げて、で自分で装飾してやるっていうところで、今子供さん向けにこういうのやってるんですけど、あとはアクセサリーを作れるようになったりとか、いろんな体験ができるように今準備してまして、多分 SNS とかインスタとかホームページの方にどんどん更新していくので、見に来てもらってどんどん遊んでもらったらなっていうふうに思います。はい。中はその感じです。ありがとうございます。はい。ぜひ来てください。よろしくお願いします。